はい、ご視聴ありがとうございます。今日は11月の前半ですね。今日もね、先週と同じ場所に来ております。先週と違うところはね、風がないところです。なのでこの広い釣り竿、これ全部使い放題ですね。はい。めっちゃ広いんで適当に釣り竿を構えました。はい。で、今日も奇襲釣りの方をやっていきます。即割れ団子ですね。超即割れ団子をやっていきます。使うコマセグレパンですね。こちら 1400cc 測り取って入れていきます。はい、300、はい、600、900、1200、あと 200cc ですね。おい、こうビタピンだ。いいね。これで 1400cc です。はい、次ですね、浮き団子 X、 こちらを 700cc 測り取って入れていきます。今300ですね。これで600、はい、こんなもんでいいんじゃないですかね。で 700cc で粉を入れたらよく混ぜていきます。で、今の時刻ですね、12時20分ぐらいですね。で、潮位が夕方に160センチ近くまで上がってきますね。今90センチです。なので今いる場所どんどん後ろに下がっていくっていう感じになっていくのかな。はい、60センチぐらい上がってくるんで、なかなか動きが大きいです今日はね。前回と違うところが潮位の差と風が吹いていないところですね。それがどうなるかはちょっとわからないですね。はい、この2対1の団子材ですね。こちら太陽水深は3メーター以下になります。3メーター以下の浅いところでぶん投げたいときに使う配合ですね。非常に軽いんで、水とかあんまり入れなかったら浮いちゃうぐらい団子が軽いですね。で、よく混ぜたら水分を入れていきます。粉 500cc に対して 100cc の水を加えるので、今2100入ってんのかな。なのでだいたい 400cc ちょっとみたいな感じですね。はい。で、集業力を上げるためにグレニアこれだ加えていきます。で、加えたらなんか攪拌してね、加えていきましょう。で、今 300cc ぐらいですね。で、さらに 100cc 加えていきますよと。で、500あたり 500cc あたり100なんで、20cc ぐらいプラスで入れてきゃいいんじゃないですかね。こんなもんですね。420cc ぐらい加えていきました。で、水を加えたらよく混ぜていきます。余った粉もあるので、水入れすぎちゃったよって言ったら加えればいいですね。はい。例えば 300cc とかね、100、200とかでね加えていけばいいんで、そんなに怖がらなくても大丈夫ですね。で、水を加えたらちょっとね握ってみます。こんなに大きく使うことはないんですが、デモンストレーションということでね握ってみましょう。こんな感じですね。いいと思います。では、水分が馴染むまで時間がかかるので、その間はね仕掛けを作っていこうかなって感じですね。はい、それではね、仕掛けの準備ができましたので水深の方を測っていきましょう。使う浮きですね、東洋浮きグレ SP230 の16の 3B です。で、針に 1.55 の重りをつけました。それでは水深の方を測っていきましょう。浮き下の長さはだいたい 2m70 ですね。1キロと
矢引き分なんで、私の身長が180センチなので、大体そんなもんだよという感じです。投げる距離はだいたい30メーターから25メーターぐらいを目指してやっていきましょう。駆け上がりがあるね。2メーター70なんですけど、推定30メーターのところで浮きが見えなくなりましたね。これ結構でかい駆け上がりがあるね。下手するとこういうね、水深を測る作業ってね、あんまりサボらない方がいいですね。特に通う場所は、もったいないですよ。これ横着するとね。今水深をちょっと調べた感じ、あそこのテトラの切れ目から水深が若干深くなってて、で左側はフラットな感じですね。だいたい3メーターぐらいあるのかなっていうぐらい。一応浮きを撮影しておきましょうか。はい、浮きを撮影するとこんな感じですね。このトップが出たり入ったりするので、この浮き下で始めるのがセオリーかなという感じですね。今沈みましたね。だいたい2メーター90から3メーターってところですか。30メーターラインで3メーターあるよって感じですね。でこれから潮が満ちてくるんで、それに合わせてね、浮き下も深く取っていくのかなって感じですね。はい、そのことはちょっと頭に入れておこうかなって感じですね。では始めましょうか。はい、今日使う浮きですね。東洋浮きグレー ZF の120の小の G2 です。で TD60 の16でもいいんですが、こっちの方が浮力調節しやすいよっていうことでね、こっちを使ってみようかなって感じです。で TD60 の16とこの ZF120 の小の重さの違いですね。だいたい TD60 の16が 5g ぐらいで、こっちが 8g ですね。はい。で TD に重りをつけたりとかすると、だいたい同じぐらいの重さになるんで、これでもいいのかなという感じで使ってみようかなって感じです。ガン玉ですね。 B のガン玉をサルカンの上につけました。はい、それではやっていきましょう。使う餌は生オキアミですね。こちらを針に縫い刺しにしましょう。はい、こんな感じですね。で片方の手で団子材を取って、ちょっとくぼみを真ん中に作ってあげて、で刺し餌を入れて、でもう片方の手でくるんでってかぶせてね、で軽く握っていきます。まずは丸く成形していきましょう。でこの時にね、ハリスをあまり巻き込まないように握っていきます。で丸くまず成形したら強い握りを入れていくって感じですね。この配合だとだいたい4回やれば OK です。1、2、3、4。はい、こんな感じですね。それでは1投目やっていきましょうか。おー、いいね。飛んでく。はい、浮きこんな感じですね。仕掛けを投入してからだいたい何秒だ ?19 秒。倍率が14倍なんで、まあですね。だいたい距離にすると25メーターラインってとこですか。仕掛けはあんま流れてないですね。潮も多少左から右にラインが取られてるかなってぐらいで、風は無風ですね。はい。もう非常に釣りがやりやすく、そして暑いですね。今11月の前半なんで、やっぱ天気がいいとね、めちゃめちゃ暑く感じますね。防寒着がいらないですね。で浮き下が約3メーター、ちょっと深いかもしれないですね、この距離だと。そのうち潮が見せてくれば合うんじゃないみたいな感じですね。でだいたい今仕掛けを投入してから1分30秒近く経ったんで、1回目はまず回収してみましょう。1投目ですね。餌残りましたね。前回は1投目から餌なかったんだけどね、今回は残りました。今仕掛けを投入してから16秒ですね。
ちょっと今後ろに釣り竿を構えてるからな、投げられないですね。投げにくい。今2投目ですね。あの距離だとな、2メーター70ぐらいでやった方がいい気がするけどな。今の怪しいですね。ああいうの怪しいですね。まあちょっと1投目餌取られてなかったんで、しつこく流してみるのもありですが、まあ魚を寄せるという観点も考えると回収した方がいいかな。では回収しましょうか。1分30秒経ちました。ラインは全然取られてないね。もっと取れ、あ、餌ねえ。餌ねえよ。うん。まあフグが非常に多い釣り場なんで、ああいうチョンっていうあたりとか取れるとね、あそこで取られたんだなっていうのが分かるんですよね。でまあ針チェックしてみたいな感じですね。うん。まあ当たりも出てたんでちょっと続けてみましょう。はい、浮きですね。なんかこう浮きを撮影してると、この波の合間ですかね、なんか分かんないですけど、なんか黄色いところまで見えてるんで、ちょっと浮きを変えようかなと思います。なんか安定しないのかなって感じがしますね。なのでまあいつも通り TD 使っていこうかって感じですね。 TD60 の16ですね。使っていきましょう。はい、仕掛けを投入してから約10秒ですね。あ、やっぱこっちの方が安定性があるな。黒いところ見えてるけど、赤いところまであんまり出てこないからね、いいかもしんないね。まあ、やっぱ TD60 の16でいいのかもしんないな。もう今日風がないので ZF も使えるかなと思ったんですけどね。こっちでいいっすね。上下運動が結構少ない。怪しい。でもあれは合わせらんないよ。いや合わせてもいいんだけどさ、合わないだろうね。あ、今のマジで怪しい。一瞬引っ込んだね。まあ1分30秒経ったんで回収しましょうか。今日手前のゴミがすごいんですよね。なんだろうね、雨降ったのかな昨日。餌まるっきし残ってないですね。はい、仕掛けを投入してから10秒ですね。今10投目ですね。まあ釣りをしてだいたい1時間ぐらい経つんじゃない。お、潜ったね。上がらないので合わせてみましょうか。もう上がってきちゃった。一応いろいろ考えられる。団子あたりかもしんないし、魚かもしんないし、30秒付近は無視でいいと思うんだけどね。潮の流れが変わって右から左ですね。すごい早く流されてる感じがする。じゃあちょっとね怪しい当たりあったんで回収しましょうか。はい、餌丸っきし残ってないので、もしかしたらさっきの20秒の当たりは合わせるべきだったかもしれないな。餌取られてますね。よっしゃはい。はい。
あ、ライトグリーンです。ライトグリーンです。ライトグリーン。うん。はい、仕掛けを投入してから15秒ですね。今13投目ぐらいかな。うん。ちょっとね、風の流れとかね変わってきてやりづらくなってますね。なんか急に右から左に強いのが吹いてますね。さすがに乗るか。いやーでもそこまでね大きくないよ。そこまで大きくないよ。そうでかいフグ。いやいや、これ食べる魚おらんやろ。よいしょ。はい、バイバイ。はい、仕掛けを投入してから16秒ですね。今沈んでたね。なんかこれ団子あたりじゃねえかな。乗ってるか。乗ってるね。またこいつだ。またこいつだよ。大丈夫これは。ほら。同じだねこれね。うん。はい、バイバイ。はい、どうも。はい。はい、仕掛けを投入してから、ちょあ、抜けちゃった。団子ごと食ってきたね。勘弁してくんない。くっそー。張り付けられた。うわ、これフグじゃないかな。2号のハリススパやられてんだけど。はい、仕掛けを投入してから、7秒ですね。今19投目ぐらい。一回バラしてますね。なんか知らんけど竿をひったくっていったやつにはちょっと反応できなくて潜ったね。合わせようか。乗ったマグロ握り5回とかだったんでどうなんですか。まあ何センチかな。40ないね。やっぱレギュラーサイズは37とかなのかなここは。ではね、逃がして引き続き狙っていきましょう。ちょっとね今メインカメラの電源入れ忘れて残念ですが iPhone の方は撮れてないです。でも当たりはしっかり撮れてたんで外カメラでね楽しんでいただこうかな。ありがとうね。今度は50センチ目指す。はい、夕間済みになってやっとクロダイが釣れました。当たりもなかなかなかったですね。団子が馴染んだと同時に釣れてましたね。で餌がねボイルオキャミでした。これなんかもう適当につけたら釣れましたね。
馴染んだと同時に当たりがありましたね。はい。で団子の握り5回ですね。はい。良かったですよ、釣れて。それでは引き続き頑張ります。はい、仕掛けを投入してから9秒。潮の流れがめちゃ速いっすね。大潮だからなのかな、わかんないけどね。潜りましたね。合わせましょうかって言おうとしたら潜ってきちゃったね。はい、合わせましょうか。乗りましたね。まずは左に寄って手前の根を、フグだなフグですね。切れてるよプツンと切れちゃってるよ。はい、仕掛けを投入して、8秒。握りを4回ですね。強い握り4回にしました。投入回数だいたい23回目。黒鯛を釣ってからはなんかフグっぽいあたりしか取れてないのかなって感じ。怪しい。合わせましょう。4回なんで合わせましょう。乗らね乗らね餌ついてるし、なんかわからんな。ボイルオキアミで浮きが沈むってあんのかな。ありえるかもな。いいやちょっと生オキアミに変えてみよう。はい、仕掛けを投入してから7秒。団子の握り4回で、浮きじゃねえ、餌がね生オキアミですね今ね。で投入回数だいたい25投目か4投目。なんかすげえ流されんだよな。これはやっぱ出ないんだな、当たりが。ちょっと浮き下を20センチプラスしたんで2メーター90とかですね。ボイル沈むのはなんでだろうなボールオキアミ沈むけど生オキアミ沈まない。シンプルにラインが巻き込まれたか。じゃあ1分30秒経ったんで回収します。はい、仕掛けを投入してから10秒。投入回数がだいたい30投目ぐらいかな。で今の釣果が黒鯛が1匹だけっていう感じですね。でフグが2匹、バラシがなんか結構多いみたいな。浮きがない？わかんない。見失ったんだがなんかラインコントロールしてたらいつの間にか浮きがなくなってたんだけど、どういうことですか？右に走られるのはちょっと勘弁ですね。すごいテトラボットが入ってるんで、なるべく左に。で今度はこっちに寄ったら今度は自分がまた左に行きましょう。左とか右に行って回収かなって感じですね。はい、いらっしゃいませ。よし。サイズはなんか変わんないのかな、大きさは。なんかあっちの方が1匹目のが引いた気がしますけどね。はい、では2枚目ということで逃がしましょうか。そっちじゃない。それじゃないよ、黒鯛さん。おちぬ様、おちぬ様、逆方向走ってるよ。バイバイ、ありがとう。はい、2枚目の黒鯛やりましたね。夕間詰めですね。数々のバラシを経てやっと釣れました。浮きもしっかり取れてたんで良かったです。確認したんですけどね今ね。それではまだ差を出せるんで頑張ります。
はい、仕掛けを投入してから10秒ですね。まあ変化なし。あと釣りができて20分ぐらい潜りましたね。合わせましょうかの時に上がってきたので、多分団子あたりだな。30秒ぐらいはたまに出るけどね、力加減見すると。はい、合わせましょう。ゴミかな。乗ったね。乗った。さあ何がかかったかな。何がかかった。高い位置でねやりましょうか。手前は結構テトラポットが入ってて大変難しいです。なんか見えましたね。なんだろう。銀色、ほぼ黒鯛かな。ああ、黒鯛。今日は黒鯛の日か。結構暴れますね。引き波だけどなんとかなる。よし、取れた。40には届かないけど結構釣れていい感じですね。35ぐらい、って感じでしょうかね。結構綺麗な個体なんで回ってきたんでしょうね。いい感じですね。では逃がしましょう。はい、ありがとう。元気になってね。はい、仕掛けを投入してから20秒。もう無理かな。カメラがピントが合わなくなってきましたそろそろやめにしましょう。この一投でやめかな。もうラインが見えないんですよね。で今日の釣果は黒鯛が3匹ですね。でフグが2匹でバラシが2かな。はい、まあバラシもほとんどフグですけどね。まあ釣り座がこれだけ変わるだけでね、黒鯛がこんな簡単に釣れるのはなかなかやってみないとわからんもんですね。はい、メジナ釣れるかなと思ったけど釣れなかったですね。黒鯛でしたね。最後当たりもなく餌取られちゃったかな。もう見えねえなマジで。かろうじて多分ねカメラで浮き取れてるけどライン見えないんで、もうこれでやめにしましょうか。はい、それではね、もし気に入ってくれたらチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。それではね、ご視聴ありがとうございました。それではさようなら、また。